本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。はい、今回は新型 MacBook Pro がですね、6月に発表されるかもしれないということについてですね、お話ししたいと思います。はい。夏頃でね、登場とか、言われたりですね、僕も動画で出したりしたんですけども、もしかしたら6月この8日のね、発表なんじゃないかっていうことがね、急に言われ出しました。で、発表から日程がですね、正式に決まったんですよね。決まりましたので、その告知画像とか、ちょっと見ながらですね、こういったことが読み取れるんじゃないかなっていうことだったりですね、MacBook Pro のデザインとかもいろいろとこう出てきたりしてますので、性能とかを含めてですね、共有したいかなと思います。はい。で、こちらのチャンネルではですね、Apple 製品をはじめとする、リーク情報だったりですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。で、またいつもね、ご覧になっている方の、まだまだ 15% ほどのね、登録ということなので、登録してなかった方とかはですね、これを機に、ぜひね、チャンネル登録していただくとですね、死ぬほど喜びますね。はい。飛び回ります。あと、通知ベルもオンにするとですね、最新情報届きますので、こちらもまだ登録者の、9% かね、そろそろ 10% ほどですかね。はい。ぜひ、一番右の通知ベルをオンにしてですね、最新情報を見逃さないようにお願いいたします。Twitter も日々こちらタイムリーに更新しておりますので、よろしければフォローもお願いいたします。はい。で、まず6月のこのアップルの発表会ですね。WWDC2021。こちら正式にね、日程が発表されましたと。はい。現地時間の6月7日ですね。日本時間の6月8日。こちら火曜日の午前2時から。はい。いつも通りね、この鬼時間なんですけども、一応ライブ配信とかしようかなと思ってますが、そしてこちらがですね、6月 WWDC の日程の発表際にね、一緒に出るおなじみの告知画像ですね。はい。いつもこういう告知画像が出てきてですね、この中にね、じゃあどういった製品が出るのかみたいなヒントが結構ね、隠されてるんですけども、でこの中にどうやら MacBook を荒らしてるね、ものがあるんじゃないかということでですね、これもしかしたら MacBook Pro も出るんじゃねみたいな、がですね、出るのではないかっていうことでちょっと話題になってると。はい。で、それが、どこにあるかというとですね、この左側の女性のこれメガネなんですかね。メガネなのかわかんないですけど、かけた金髪の方のですね、そのレンズ、メガネのレンズに文字と数字がこうね、映ってるんですよ。はい。コード、これプログラムなんですけどね、コード。このコードがどうやら表してるのが、絵文字のことのようなんですよ。で、MacRumors ですね、記者のサミさんっていう方はね、よるとですね、この一番上 U の 1F374 っていうのがフォークとナイフの絵文字を表すもの、コードで、真ん中の U1F634 っていうのが寝ている絵文字ですね。寝ている子絵文字を表していると。で、一番下の、U の 1F4BB っていうのが PC の絵文字。つまりこれ、MacBook のことなんじゃないかっていうことなんですけども、で、これが true を返す。つまり、Yes ということなので、これがなんで、なんていう、MacBook Pro の登場を表してるんじゃないかと。ということでみんな騒いでるってところで、またですね、リーカーのそのジョン・プロッサーさんもですね、新型の MacBook Pro の、登場もうこれ確信してますみたいなね、そういったようなツイートしてるんで、もしかしたら登場あるんじゃないかと。どんどん信憑性が高まってきたっていうところではあるんですが、はい。ただこれはちょっとね、Apple の引っ掛けみたいな感じも、実はちょっとしてまして、なんでかっていうとですね、例えばサミさんが言うにはですね、開発者の方のそう、エンジニアですね。エンジニアの方が、要するに食べて、ナイフとフォークですね。で、寝て、さっきの絵文字の話ですけど、で、働くっていうね、コードを最後書くみたいなね、ことの繰り返しを、プログラミングを使ってですね、面白くちょっと、コメディ的に表現してるんじゃないかみたいな、だけかもしれませんっていう風にね、もうツイートしてるんですよ。はい。この一応、ホワイルっていうのがですね、繰り返すってね、意味のプログラムなんですよね。で、僕の個人的な意見としてもですね、ちょっと引っ掛けな感じはちょっとしてますけどね。うん。あと、シンプルにやっぱ新型 MacBook Pro がね、ちょっと登場するにはちょっと早いなっていう。一応 M1 が去年のね、11月に出たんで、まだ半年足らずなんで、まだ時期的にはちょっと早いんじゃないかなって思ったりするんですよ。はい。そういうのってやっぱおそらく、次のね、MacBook Pro 14とか16インチにはですね、ミニ LED ディスプレイ、という、新しいこの綺麗な画面搭載が、あると言われてるんで、あると思うんですよ。で、仮に発表してもですね、発売はもしかしたら1ヶ月後とか、そういった先になるとか、感じになるような気はしてます。はい。あと単純に出荷これ間に合うのかなっていうちょっと疑問があってですね、なんでかって iPad Pro 12.91、こう新型発表されましたが、こちらにレティナ XDR ディスプレイっていうね、さっき言ったミニ LED が搭載されてるんですけど、今のところ届くまでに大体ね、1ヶ月以上、6月後半から4月ぐらい、までかかりそうっていう感じなので、この状態でですね、在庫が今安定しないような状態で MacBook Pro ね、ミニ LED 搭載を発売して大丈夫なのかっていう、在庫足りんのみたいな、
っていう疑問がまあ正直ありまして、はい。まあ仮にでもまあミニ LED 搭載じゃないならまあいけるかもしれないんですけども、まあでもまあなんで発表の確率としてはまあ実際五分五分ぐらいかなっていうところはありますね。はい。まあ本当にじゃあ正直なところ言うとまあ 30% ぐらいかなと思ったりするんですけども、まあ一応五分五分にしておきます。はい。ただ何かしらそのまあハードウェアというかまあ新製品の発表はまあ6月あるんじゃないかなと思ってます。一応まあこの6月の発表会っていうのは WWDC なんで、一応まあ OS がメインのね、発表会にはなるんですが、はい。まあ、なんで iOS とか iPadOS とか、はい。まあ、そちらも楽しみであるんですけども、まあ、なんで製品というよりかは、その中身のね、OS とかのアップデートなんですけども、まあ、ただやっぱ新製品とかも過去にやっぱ発表されたりするんですね、ハードウェアも。まあ、例えばホームポットとかね、iMac Pro とか、まあ、2017年とかだったと思うんですけども、まあ、なんで、じゃあ MacBook Pro 以外でね、どういうものがありそうなのかなっていう考えたときに、はい、最初に出てきたのはやっぱ AirPods 3かなとかと思ったりしたんですけども、なんかこう、よく地味にね、こう見てみるとですね、告知画像の一番右の、男性の右、左耳っていうのかな向かって、に AirPods か、まあ多分これ AirPods 3かなAirPods Pro らしきものがですね、結構なんかついてるんですよ。はい。まあそもそもなんかこれ一応まあ WWDC なんでね、開発者の技術とかをまあみんなで共有しようみたいな場なんですけども、まあそういった場なのに、そもそも AirPods をその告示画像にこうなんかいちいちね、こうつける意味あるかなと思って、これなんか変だなって思いませんかね、皆さん。って僕は思ったんですけども、あとまたその音楽のその、まあ、配信というかストリーミングの環境もちょっと整ってきておりまして、ほんと最近ね、先週ですかね、5月17日にですね、Apple Music、Apple の音楽ストリーミングサービスですよね。月額980円払うと、まあ、Spotify みたいなやつですけど、Apple Music がロスレスと、まあ、ハイレゾで音楽再生できる。が聴けるように一応まあ対応しますっていうね、6月にしますっていうのを発表しました。はい。まあ、簡単に言うと非常にこう、さらに高音質で、音楽のストリーミングサービスがこう楽しめると。音楽聴けるっていうことなんですけども、あと、広がりがね、こうあるような空間オーディオとか、ドルビーアトモスとかも対応すると。まあ、対応したんだけども、料金は今まで通り980円ですよ、みたいなのがあったんですけど、で一応まあこのタイミングでもしかしたらその AirPods がね、一緒に出るんじゃないかみたいなことを、プレスリリースでね、出るんじゃないかって言われてたんですけども、まあ結局出なかったと。ただこのロスレスっていうものではですね、まあ一応その音楽のデータを、まあ本来一応圧縮してこうね、ストリーミングサービスとかだとすごい通信量かかっちゃうんで、圧縮して音楽をね、送ってるんで、ちょっと品質が下がるんですけども、落とさずに送れるみたいなものなんですけど、実際ね、今んところなんか AirPods とか、なんか Bluetooth 接続するものだと、ロスレスこのオーディオっていうのは利用できないらしいんですよね。はい。っていうのはあるんですけども、あとまあホームポットとかは、ただなんかホームポットとかはですね、今後のそのソフトウェアのアップデートで、対応していきますみたいな、発表はあったので、ってことは AirPods とかも今後なんかソフトウェアね、そのアップデートで対応できるんじゃないかと思ったりするんですけど、まあつまりですね、何が言いたいかというと、まあ音楽の要するにストリーミングとか配信、聞く方のね、環境とかも揃えてきてるので、6月にね、リリースするって言ってるんで、まあそのタイミングとやっぱ合わせてですね、まあ新型 AirPods とかの発表も、例えば WWDC であっても、まあ、全然なんかおかしくないのかなってね、個人的には思ったりしたんですよね。まあもちろんその今まで言われたようにですね、プレスリリースで発表ってね、まあいきなりその Apple のサイトみたいななんか AirPods 3ドーンみたいに出てるみたいなとかも言われてるんですけども、まあ4年ほどただね、その発表してから、まあ大体4、5年ぐらい経ってるんで、AirPods 最初出てから。まあ新型やっぱ発表会でこうプロモーションした方がね、ちゃんとこう発表した方がいいんじゃないかなって個人的には思ったりするんで、まあ思うんですけどね。まあここはちょっとわかんないですけどね。個人的には出てもおかしくないかなと。はい。ということで皆さんはですね、6月にこう登場する製品はね、どういうものだと思いますか？何だと思いますか？何が欲しいですか？ぜひ、気軽にちょっとコメントいただければと思います。はい。で、最後ですね、MacBook Pro の14とか16インチのデザインとか、性能がですね、こういろいろ出てきたりしたんで、今後ちょっと共有したいかなと思います。まあ簡単に見ていきたいと思うんですが、まずはね、プロの14インチですね。14インチはですね、YouTuber のルーク・マイアニさんというチャンネルでですね、まあレンダリング画像ですね。まあこういった、まあ予想されるそのデザイン、予想されるデザインの、まあ、画像っていうのがあったので、まあちょっとこちらをね、一緒に見ていきたいと思うんですが、で新型の MacBook Pro はですね、完全にフラットというか、もう iPad Pro とか、iMac の本当にこういったもう平らなデザインですよね。こういったもう平らなデザインにね、もうなるんじゃないかと言われております。
で、今よりも厚さも大体ね、やっぱ3ミリぐらい薄くなるってことで、大体 1.2 から1.2、3センチぐらいですかね。大体 0.5 インチぐらいとか言ってたんで、薄くなるということですね。で、画面も 13.3 インチから14インチに広がってですね、要するに黒いこの縁のベゼルのところが非常にこう狭くなって、すっきりした印象になるということですね。はい。これ非常に楽しみですね。で、また一応 MacBook Pro というね、なんか文字とか、Air とかもこう、文字でここに書いてたりするんですけど、そういった印字もなくなるんじゃないかと。かなりシンプルになるということですね。あと、キーボードとかに関してもですね、タッチバーが、廃止されて、一番上のこのファンクションキーがですね、マジックキーボードのようにですね、大きくなるんじゃないかということですね。だったり、あと、新型の iMac とかにもね、搭載されました、タッチ ID のね、黒色バージョンとかみたいな、こんな感じにね、なるんじゃないかなと、言われておりますと。はい。大きくなって結構押しやすそうでね、いいなと思いますけども、結構かっこいいですよね、なんか。はい。あと、気になる端子周りについてはですね、左側にマグセーフ充電。こちらが復活するんじゃないかということで、はい。昔だったらなんかこう磁石でパチってね、くっつけて充電するタイプ、MacBook にあったと思うんですけども、はい。そういったものとですね、あとサンダーボルト対応の多分 USB-C が、2つと、なんか1個の画像ではイヤホンジャックこっちにありますけどね。はい。はい。で、右側にはですね、HDMI ポートと、USB-C が、1つで、その後ろに SD カードスロットか。SD カードスロットが搭載されるんじゃないかということですね。SD カードスロットとかはね、個人的にやっぱ動画で読み込んだりするんで、めちゃめちゃ嬉しいんですけども、はい。USB ハブとかね、もういちいちこう、クッてね、刺さなくてよくなるんで、これめちゃめちゃいいですね。はい。で、もしかしたら USB-C が、右側にはもう一つぐらいつくんじゃないかなと思ったりはしますが、やっぱ新型の iMac とかにはね、USB-C がやっぱ4つついてたりするんで、一応プロモデルなんでね、4つぐらい欲しいかなっていうところではありますけどね、マグセーフあるとはいえ。はい。あとインカメラとかもですね、やっぱ 1080p とかになって、スタジオ品質のマイクだったりとか、スピーカーですね、空間オーディオとかに、ドルビーアトモスとかに、おそらく対応してくると思いますので、なんでやっぱり新型ね、iMac とかに近いとか、インカメラとかね、音質とか、そういった性能になるんじゃないかなと思いますね。あとはバッテリーの駆動時間とかに関してはですね、これね、すごいんですけど、14インチでだいたい23時間、16インチで25から30時間ぐらいにね、なるんじゃないかと予想されてます。M1 確かに MacBook Pro でだいたい17から20時間ぐらいの駆動時間って書かれてあるんで、さらにその上を行く感じだとは思いますんで、確かにそんぐらいになりそうだなということで、これもう本当なんでもう充電器いらないレベルですよね。ね、そういったものも持ち運びせずに、なんで外出のカフェとかで、なんていうかもう本当ゴリゴリ作業できるというか、動画編集もね、ゴリゴリに 4K でいけるぜみたいな。最高ですね、これなかなか。はい。はい。一応性能についてはですね、以前の動画で、詳しくは結構ね、話してはいるんで、詳細、もう一個の方ね、他の動画で見ていただければと思うんですけども、14インチがですね、おそらくまとめるとですね、CPU が10コアになってですね、GPU も16コアですね、倍ぐらいになって、で、メモリが最大多分 32GB まで増やせるようになるんじゃないかなというところで、容量もおそらく4TB とか、6TB ぐらいですね、なるんじゃないかというところですね。はい。で、16インチに関しては CPU がだいたい10コア。ここはおそらく同じ。で、M1X で同じだと思うんですけども、GPU が32コアで非常に強化されてですね、で、メモリも最大、64GB まで載せれそうということですね。ユニファイドメモリになると思いますが、はい。で、容量も今のラインナップ見ると、だいたい 8TB ぐらいまであるんで、それくらいになるんじゃないかなというところですね。はい。で、気になるこの価格についてなんですけども、14インチは今のところやっぱ残ってる、13インチの、プロの上位モデル、インテル版ですね。これまだ残ってるんですけども、それとの置き換えになると思いますので、それと大体同じような価格ですね。と、スペックで、大体メモリが多分 16GB で、容量が 512GB ぐらい、あたりからで、税込み多分20万から21万円ぐらいになるんじゃないかと思いますね。はい。あと16インチに関しても今のインテル版との置き換えなので、こちらも同じようなスペックで、税込みで27、8万ぐらいからになるんじゃないかなと思いますね。はい。ただね、このミニ LED 搭載とかになるとですね、さらに1、2万ぐらい値上がりする可能性はあるんじゃないかと思いますね。はい。iPad Pro の新型のね、12.9 インチがですね、だいたい1万5000円ぐらい値上がりしてるんですよね。そう考えるとってことですね。はい。なので少なくとも2、30万ぐらいはね、覚悟しておいた方がね、
いいんじゃないかなと思います。もし欲しい方はですね。はい。っていう感じですかね。はい。皆さんいかがでしょうか？この新型、またあと新型 MacBook Air のね、噂とかもありますんで、来年だと思うんですけど、性能スペックは非常にやっぱこだわりたいとかね、はい。やっぱまだまだ M1 チップで、僕も全然物足りないと思ってるんで、そういった方はですね、新型 M1X のこの MacBook Pro、待ってみていいんじゃないかなと思いますね。はい。あとMac mini とかに関しても、M1X おそらく搭載で、端子とかもね、増えてですね、デザインも、なんかこちらもね、さらに小型でこう薄くなりそうっていうことなので、こちらもね、いろいろ画像とか出てきているんで、こちらも楽しみではありますね。はい。あとiMac Pro とかもね、新型 iMac 出ましたけども、それのさらに、プロバージョンですね。これとかもおそらく今年の終わりとかに出てくるんじゃないかなと思いますんで、これ非常に楽しみではありますね。やっぱ性能なんで、やっぱ求めたいなっていう。最強の性能を求めたい方は、待ってみてはいかがでしょうか。はい。ということで、またこういった動画ね、今後見たいなーって、気になるなーってことは、ぜひ、グッドボタンだったり、チャンネル登録、お願いいたします。はい。はい。一番右の通知ベルも押して最新情報を受け取ってください。ということで、今日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。